この。こんにちは。今日も可愛い京香です。はい。すごくみんなが楽しみにしてくださっていた今日のダイエット Vlog なんですけれども、まず今回のダイエットは関西コレクション当日に向けて完璧な状態でいられるための今まで史上最強にストイックなダイエットとなっております。もちろん健康面も考えて行うダイエットなんですけど、ちょっとやりすぎかなの一歩手前のダイエットなので、学生とか特に成長期真っ只中の子は私の過去の動画にもっと健康的でラフな食生活を送ってるダイエット Vlog と、私が苦しまずに痩せたダイエット方法をまとめてお話ししてる動画、この2つが過去の動画にあるので、学生の子、成長期の子はこの動画を参考にしていただけると助かります。助かりますというか嬉しいです。この動画はじゃあなんで出すのって感じだと思うんですけど、モチベ程度に見てもらえたりとか、成人式、結婚式、もうめちゃくちゃ大事な仕事があります。絞らなきゃいけない仕事がありますとか、大人になってから本当に痩せたい、痩せなきゃいけない一大イベントがある人とかにぜひ参考にしてもらえたらとても嬉しいし安心できます。ちょっと長くなってしまったんですけれども、必ずこの注意喚起はしたかったのでさせていただきました。ということで、もう本編に行きたいと思います。どうぞ。それでは現在のお腹をお見せいたします。本当に腹出すぎ。やばい、このお腹ガチでやばい。どうしたらいいかわかんない。もうそれでは運命の体重測定をします。マジでやだ。痛くない。本当に怖い。乗ります。もうやだ。52.5 キロ。Oh my god。そしたらダイエット中に最適なポキ丼を作ります。これがお米代わりです。
お座りして待ってる。ゆめちゃん食べたいの？あー、食べたいね。食べたいね。はい、どうぞ。ゆめちゃんは氷が好きなんです。今度も食べ物探しに来た。はい、ちょっとでも見栄えを可愛くしてお腹いっぱいにさせる作戦。お米を島豆腐にしてるからめちゃくちゃヘルシー。私はアボカドとサーモンが大好きだから結構これは楽な気持ちでダイエットできます。ダイエット飯と思わずに食べれるダイエット飯。こんちゃんはいただきます。で、本当はね、砂糖醤油とかかけたいんだけど、塩、胡椒、レモン、オリーブオイルだけにしてるからめっちゃ薄味。島豆腐が結構お腹いっぱいになるんですよ。だから入れていける。今回初めて関西コレクションに出演させていただけるっていうことで、もうね、そのね、お仕事が来た時はめっちゃ嬉しかったの。やばいみたいな。ラーメン歩く機会増えたら嬉しいなって自分の中で思ってたこと。前の動画で結構目標とかやってみたいことで話したことあると思うんだけど、ランウェイにもっと出てみたいって思ってたから、話が来た時はめっちゃ嬉しくて食べます。嬉しかったんだけど、なんかそれと同時にインフルエンサーがランウェイに上がると言葉を選ばずに言うとバカにされちゃうみたいな風潮があるじゃないですか。あるし、昔はモデルさんのためのランウェイだったのに、わけのわからん一般人が出て、なんでお前が出てるどうのこうのみたいな言われるかもしれないっていうのも思ったし、言われてるのもわかるんですよ。モデルさんが出てたのになんでわけのわからん一般人が出てるんだって言う人の気持ちもわかるの。言われたくないけど。だから決まった時めっちゃ嬉しかったけど、めっちゃ不安でマジで痩せなきゃみたいな。だし、普通にダイエットだけじゃなくて、私はさ、職業がモデルじゃない。だからこそ、そういうもともとモデルさんしか歩けなかったランウェイっていう神聖な場所を歩かせていただくにあたって、その職業がモデルさんじゃないからこそ、モデルさん以上に私は努力しないとランウェイを歩く権利がないっていうか、資格がないなっていう風に思ってるのね。だから本当に頑張んなきゃと思って、マジで今もう今世紀最大にストイックなダイエットをしてる。本当にモデルさん以上に努力しないといけない。モデルさんの努力がどれぐらいすごいのか計り知れないけど、私は私ができる限界を頑張りきらなきゃっていう気持ちもあるし、初めて出るから叩かれるかもしれないし、うまく歩けないかもしれないしっていう不安はいっぱいあるんだけど、それでも私のできる限界をやるしかないなっていう気持ちで今います。でも本当に毎日不安で泣きそう。あとは去年アディダスオリジナルズさんのモデルさせていただけたりとか、あとカラコンのイメージモデルさせていただけたのが、もう自分の中でめちゃくちゃ嬉しくて、しかもめっちゃ楽しくて、なんかその時にもっと私自身が SNS で発信するだけじゃなくて、メディアに出させてもらったりとか、モデルとして映るお仕事とかもやってみたいなってすごく思ってたの。ここでちょうど関西コレクションのお仕事が来た瞬間に、もう私はチャンスだと思って、このチャンスを逃すわけにはいかないっていう気持ちなのね、今。だし、来てくださってる観客の方とかも、多分ほとんどが私のファンとかフォロワーさんじゃなかったりする状況だと思うから、だからこそ来てくださってる観客の方にはもちろん、関西コレクションに携わっていらっしゃる大人の方々にもいい印象っていうか爪痕を残して、今後この京香って子に仕事振りたいなとか思ってもらえる存在になれたらめっちゃチャンスだなって思うの。
私は。だから本当に今回与えられたお仕事、全力でやりきって、絶対に今後自分のお仕事にもつなげたいし、ランウェイのお仕事も一回限りじゃなくて、今後も呼ばれ続けたいんです、私は。だから、絶対に全力でダイエットもするし、ウォーキングレッスンもするし、すべてをやりきろうっていう気持ち。ごちそうさまでした。はい。このポケ丼は本当に結構ストレスなくダイエットご飯として食べれるので、ぜひ真似してみてください。仙太郎に教えてもらいました。ごちそうさまでした。頑張ります。両手離せたりしてます。ぐらぐらしますよ。で右手離したら右手はずっと天井方向に向けておいてください。左手と右足だけ動かします。やばい、バネが。下まで立ったら目線ありがとうございます。写真出し、怪我してる間に写真出しておきます。ありがとうございます。比べて。お疲れ様です。お疲れ様です。可愛い。いつもありがとうございます。隠れちゃう。それで、かわいい。踊っちゃう。今から編集するんですけど、ダイエット中何が一番辛いかって編集なんですね。なんでかっていうとさ、マジで糖分欲しいじゃん、編集中って。なのに我慢しなきゃいけないから、本当に辛くて、なんかはかどらないんですけど、それも。まあでも頑張ります。やらなきゃいけないもんはやらなきゃいけないので。はい、お団子できました。編集するときはこのブルーライトのメガネが必須です。この角度以外反射しちゃう。ここが反射しないのでこの角度で喋ります。おかしいかもしれないけど気にしないでね。私はこういう編集しなきゃいけなくて糖分欲しい時とか、じゃじゃーん、綺
キレートレモンと、じゃじゃん、グミサプリをお供にしてます。鉄分ね、不足するとダイエット中とか貧血になりがちなので、鉄分、あと栄養も足りてないと思うのでビタミン C、 あと今味が好きすぎて減るの早くてないんだけど、コーラ味の亜鉛は活力みなぎるので、ダイエット中って結構力が湧かなかったりすることが多いから、こういった感じでグミサプリ愛用してます。1種類につき1日2粒まで。普通に美味しい。マイナスプロモーションすぎない？ビタミン C ね、酸っぱすぎてたまに喉がってなるんですけど、全然異常なことは起きてないです。キレートレモンは今日これ間違っちゃったんだけど、いつも疲労軽減のやつとむくみ取るやつを中心に飲んでます。でも別にこれでもいい。普通にジュースとかコーラとか砂糖入りのカフェラテとか飲むよりはこれの方がいいと思ってるので、これ飲みます。ダイエットでダンスしに来ましたっていうか、もう踊っててもうボサボサなんですけど、趣味兼ダイエットでダンスします。毎日頑張ってるのに、生理でめっちゃ体重増えるし、普通に生理痛辛すぎて毎日続けてるのをやめたくないけど、今日ジム行きたくないし、何のために頑張ってるのかわからなくなってきて辛い。こんなに頑張ってもカンコレでなんかデブとか言われて戦ったらどうしようとか思う。辛い。負けない。偉い。行きます。頑張ります。
頑張りました。もうヘトヘトです。マジで頑張った。泣きそう。頑張ります、明日も。はい。そしたら、夜ご飯は、じゃじゃーん。こちらのせいろを使って、せいろ蒸しを作っていきたいと思います。味付けは本当にむくむの絵なのでちょっとのお塩、ブラックペッパー、レモン、この味付けでいただきます。いただきます。はあ、やっとご飯。なんかもう本当にダイエット中こういうね質素なご飯でももうすっごく嬉しいの。かぼちゃ大好き。ナスも大好き。はい、桃。もう今、カンコレまで本当にあとちょっとなんですけど、私昨日、花のライブに行ってきたんですよ。もうすごくて、本当にすごくて、なんかもう本当に人生でめちゃくちゃビッグな思い出になった。めっちゃ楽しくて、感動して、もうこんなに一瞬で終わるライブってあるんだって思うぐらい一瞬で終わっちゃったの。楽しすぎて。これぐらい本気で準備して取り組んで、本番本気で楽しんでる人ってこんなにも人を楽しませて人を圧倒することができるんだと思って感動もしたし、すごくなんか自分もこれに感化されて頑張りたいなってすごく思ったんです。本当に思い出すと涙出る。もうね、ジムでもずっと花の曲しか聴いてないんですよ。これでめっちゃ頑張れてるんですけど、なんかそれぐらい自分も初めてで不安だけど、不安な気持ちでさ、楽しめないじゃん。本番、私が楽しんでないと、いいランウェイにはできないと思ったのね。じゃあ本番楽しむためにはどうすればいいかって、本番楽しむ余裕を持てるぐらい努力を持って自信を持つ。それ以外に方法はないって思ったの。だから私はまず自信を持って歩けるぐらい努力をしなくちゃいけないんですね、本当に。だから、このランウェイに出演させていただく上で、ビジュアルはもちろん、スタイルとか、あと歩き方、何より一番はお洋服の見せ方、すべてにおいて、私はもう抜かりなく準備していきたいと思ったから、毎日練習してる、頑張って。
なんかだから、ダイエットももちろん今一番頑張ってるけど、なんかそれ以外にも、例えばメイクとかお洋服の雰囲気によって、表情とか、表情だけじゃなくて自分の歩いてる時の感情、人格すらも変えたいって思ったの。だから、衣装とメイクが決定して、マネージャーさんから詳細を送られてきたんだけど、それ以降、私2ステージ歩かせていただくんですけど、2ステージともの、その衣装に似てる形の洋服をもうすぐ探して、その2ステージそれぞれのメイク自分でして、そのお洋服を着てる時にどうやってお洋服を見せるか、そのメイクの時にどういう表情をするかっていうのを毎日鏡の前でバカみたいに何時間も猛練習してるんです、今。めっちゃ笑われる麗華とかにまたやってるって。なんかでもこんなに練習してるからこそ、なんか本当に受験生の時みたいな気持ちで、受験生の時もそうだったんだけど、こんなに勉強してんのに、本番成果を出し切れなかったらどうしようっていう不安がすごくて、こんなに練習してるのに本番緊張して思い通りにできなかったらどうしようって今すごい不安、その不安がやばい。今こうやってダイエットやってて思うのが、私の今の目標ってさ、すでに自分に自信はあるんだけど、ランウェイを歩く上での自信を身につけることが私の今の目標なので、そのためにいろいろ頑張ってるわけだけど、自信をつけるってやっぱどうやってやるのかって考えた時に、自分との約束を守り続けることだなって思うの。だから私はジムに行きたくなさすぎて、もう毎日続けるのが辛すぎて、生理中とか、本当になんてこんな頑張ってんのとか思って泣いちゃう日とかもあるし、自分との約束を破りそうになる日もあるんだけど、自分との約束を守り続けないと私は自信を持ってランウェイを歩けないっていうのが分かってるから続けようって頑張るんだと思う。だから逆にもしスタイルが悪いとかインスタと違うとか叩かれたりとかしても、私が本番まで頑張り抜いて自信を持って歩けたら、それはもう大成功のランウェイなのね、私にとって。私にとって大成功なランウェイステージにするために、今私はすごく自分と向き合ってる時間です。家の廊下でずっとウォーキングの練習もしてるし、鏡の前で決めポーズの練習もずっとしてるし、エニタイムでも傾斜つけてるのにずーっとウォーキング歩き、お尻を振って変な人って思われてそう。そんな感じで自分との約束を守り続けた先にしか自信のある状態の自分っていないと思うから、私は本当に誰にどう言われるかもとか、誰にこう思われるかもとかを一旦置いといて、自分との約束を守る、自分と決めたルールを破らないっていうのを一番頑張ってますって感じで、ごちそうさまでした。はい、お風呂に入るんですけど、じゃじゃーん、汗かきエステ気分、整うアロマの香りでサウナ心地、ハンギョドンの入浴剤を入れていきます。半身浴します。半身浴はいつも3分使ったら3分出て、また3分使って3分出てっていうやり方でやってます。めっちゃ汗かいてる。大丈夫。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。
コーチなので頑張ります。あとはやるだけ頑張ります。緊張します。めちゃくちゃできてた。ウォーキングの成果出てました。めちゃくちゃかっこよかった。痩せてました。めちゃくちゃ痩せてた。めっちゃ求める。めちゃくちゃ痩せてた。ありがとうございまお疲れ様。よく頑張った。す。終わりましょう。終わり。爆食してください。爆食します。お疲れ様。ありがとうございます。やばいやばいやばい。やっと食べれる、やっと食べれる。はい、今ラーメンが全部終わりました。やっと食べれる。もう1ヶ月ぶりの小麦ポテト。やばい。ケーキも食べます。ケータリング全部食べます。いただきます。1ヶ月ぶりの小麦で泣きそう。やばすぎ。マジで最高の気分。ティラミスも食べます。うまっ。スタジオ大好き。マジでうますぎてやばい。これは普通のティラミス。本当に幸せ。今日はこの後新幹線で帰るときに駅弁も食べるし、明日も焼肉予約してるので焼肉食べて、これにてダイエット終了します。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。